どうも、ダイキングです。本日も動画を見ていただきありがとうございます。今回はまず揃えたい iPhone 15のケース。あとアクセサリー類ですね。基本的には保護フィルム、まず揃えたいっていうところなんで、今回ちょっとケース多めなんですけども、本当に今実際使ってみて、良かったなっていうところ、一部提供していただいたのもあるんですけども、使ってみて本当に良かったので、全部紹介しております。ぜひ、あと iPhone 15、15 Pro の、レビュー動画っていうのもありますので、ぜひチェックしていただければなと思います。アクセサリー類も紹介してますんで、他にもね。ということで、まずは、保護フィルムからいきたいと思います。いつも大体ね、2マスを紹介してるんですけども、ちょっと今回トラス、動画でも紹介したんですが、保護フィルムですね、結構付属品も充実してまして、このガイド枠がね、めちゃくちゃ優秀なんですよね。このちょっとイエロー、黄色っぽいやつなんですけども、これがね、めちゃくちゃ貼りやすいんですよね。手順は同じで、普通に拭いてもらって、あとはホコリとか取った後に、上からですね、この、ガイド枠をパカってはめてもらって、あとね、ここ下に、あともう引っ張るだけなんですよ。で、ガラスフィルムも最初からもうこのガイド枠につけられてるんで、本当にやることほぼないというか、このまま引っ張ったら、ガラスフィルムなんで、徐々に吸着していきます。これがね、今までいろんなフィルム貼ってきたんですけど、めちゃくちゃ簡単でした。正直。超簡単。その分ちょっとお値段ね、貼るところあるんですけども、楽に貼りたいよとか、絶対失敗したくないよとか、これまで失敗して苦い経験がある方はぜひね、これチェックしてもらえばと思います。めちゃめちゃね、実際貼ってみて、品質はね、問題なくて、ちゃんとエッジまでね、隅までありますし、引っかかりとかもないですし、今、快適に使えております。結構おすすめですね。ちょっとやっぱり安いタイプとかだと、2マスのやつとかも1500、600円ぐらいですかね。あるので、全然基本やっぱガイド枠とかがついたものがおすすめです。保護フィルムね。位置ね、調整するの結構難しいので。あとカメラレンズですね。カメラレンズは正直別になくてもいいかなっていうところはあるんですけども、一応僕前みたいに iPhone ちょっと飛ばしちゃったんで、つけてます。この前回紹介しましたトラスのですね、独立型ですね。全体的に貼れるタイプもあるんですけども、それだと結構僕の場合ケースですね、つけた時にポロってね、落ちちゃうので、基本的にこの独立型が使いやすいんですけど、これも上からね、パッて貼るだけなので、めちゃくちゃおすすめです。そんなにね、出っ張りとかもないですし、これちょっとブラックのモデルなんで、ワンポイントにもなってね、いいかなと思います。本当は多分ブラックモデルの方、ブラックのね、タニウムとかの方が合うと思うんですけど、レンズありとなしとかでも、取り比べたり、普段撮ってみたんですけど、特に全然問題はなかったです。イマソとかもあるんですけど、フィルムとかですね、全体を覆うタイプみたいなのもあります。これは前回、これは15のモデルにつけたものになりますけど、これはこれでおすすめです。なんで裸で使うなら結構ありかなと思うんですけど、あとこのセットというか、全部入ったやつがあって、ESR のですね、全部入りのセットみたいなのがあります。こちらなんで、保護フィルムと、ケースと、さっきのこのカメラフィルムですね、全部入ってて、付属品もかなり、充実してますね。今ちょっとケースがいっぱいあって、地獄になってるんですけど、これも上からパカってはめて入れるだけで、周りの縁がですね、透明なタイプになってるので、より自然な感じでつけれるのかなと思います。これも結構縁とかもね、つけてみた感じめちゃめちゃいい感じですね。写真とかも撮ってみたんですけど、特に問題なさそうでしたし、このカメラフィルム、つけてる感じがですね、あんまりないので、非常にいいなと思いました。てか、めちゃくちゃ美しいっていうね。出っ張りとかもそんなないので、自然な感じでつけたい方はこの独立型で、特にクリアタイプですね。このカメラレンズだけでも売ってたりするので、こちらもおすすめかなと思います。保護フィルムとかもついてますし、クリアケースとかも入ってます。僕は真珠丸のケースと一緒に使ってるんですけども、めちゃめちゃクリアでね、チタニウムも今、一旦ちょっと楽しみたいなっていうところではありますね。クリアケース、ESR のですね、このクリアケースも、これ一緒に入ってるやつなんですけど、これも単体で買えます。結構、四隅にね、エアガードとかあって、下もね、USB-C のところもしっかり開いてますし、ストラップつけたりとか、かなりクリアなので、めちゃめちゃね、これもおすすめかなと思いますね。使いやすい。真珠丸のやつとかと比べるとちょっと分厚めではあるんですけど、その分守備力があるというかね、しっかり守ってくれてる感じはあります。磁石とかもね、かなりマグセーフも強力ですので、めちゃめちゃ使いやすいですね。これおすすめです。めっちゃクリアだしね。あとこのスタンド付きみたいなやつもありまして、これのこのカメラの周りにちょっとスタンドがついたタイプです。基本的にはね、一緒なんですけど、さっきのやつと。このカメラ部分がパカってスタンドになるので、
まあ、横置きだったりですね、これ縦置きもね、実はできました。で、普通に安定感あって角度調節もできるので、まあ、これ結構いいなって思いましたね。ケースだけでまあ持ち運べるのがいいなと思います。とまあこのクリアケースなんですけど、今言うとこの新丸ね iPhone15、まあ、15とかね、まあ、昨日ショート動画とかちょっと載せたんですけど、まあ、一応これが薄くてね、薄いんで使ってるって感じです。まあ、非常に薄くて使いやすい。で、まあ、さっきのこうカメラレンズと合わせて最低限ね耐久性はありますね。で一応実際ね一回落としたんですけど大丈夫でした。本体は結構クリアケースのね隅の方はちょっと結構バキってねこの傷がついてるんですけど、まあ、全体的に覆ってくれますし、まあ、磁石も十分強力でやっぱ普通のケースより薄いっていう、薄くてとりあえず使いやすいっていう感じですね。裸感覚で使えるんで結構今おすすめですね。そんな高くないし。とはいえですね、まあ、他にもねいいケースいっぱいありまして、今回このケースフィニットさんからいただいたケースですね、まあ、提供のケースがこれのフロストエアウルトラですね。これね結構他の方もいろいろ紹介してるんですけども、これもアイスホワイトですけど薄くてめちゃめちゃ美しいんですよね。てか手触りがめちゃくちゃいいですこれ。で最近マグセーフ対応したので、まあほぼ100点なくなったというか下もしっかり開いてますし、ただね1個だけちょっとまあ難点があるとするとこのボタン部分がちょっと押しづらいかなと思いました。まあ、なんでボタン部分がくり抜かれてるタイプなのでへこみがあるんで指でこう入れないと押しづらいっていうのはあるんですけど、まあ見た目とかまあこのね美しさはめちゃめちゃいいですね。めちゃめちゃ合うナチュラルチタニウムとスモークブラックもあるんですけど、いやこれはこれでねまたいい色合いなんですよね。こう程よく黒いというか黒くて、で下もこうねちょっとパキってねこの開いてる部分があるんですけど、まあ、薄いんだけど取り外しやすいっていうのはねありますね。ほんと裸感覚でこちらも使えるので、あと箱とかもね結構高級感あっていいので、いやまあケースフィニットやっぱいいですよねっていう感じでございます。結構おすすめです。まあ概要欄からよかったらチェックしてみてください。次がピタカのですねマグイージーケースですね、プロ4。こちらもまあ、提供していただいたものになりますが、まあ、ピタカも本当安定のやつっていう感じで、まあ、まずこの EG ケースプロ4っていうのが、まあ、全面をこう覆うタイプになります。まあ、アラミド繊維っていう特殊な繊維が使われてまして、強度あるんだけどめちゃめちゃ軽いっていうのが特徴になります。これ全体的に覆うタイプになりまして、まあ、カメラ部分とかも出てますし、まあ、画面からもちょっとせり出してるのでボタンとかも全部ねめちゃくちゃ押しやすいです。でこれも手触りねめちゃくちゃいい。でこれリングとかと合わせると最強ですね。このピタカのリングあるんですけど、これもめちゃくちゃいいんですよね。これとあとですねこの薄型のやつもあって、まあ、これマグイージーケース4っていうやつになるんですけども、まあ、これもねめちゃめちゃほぼ裸感覚で使えるケースになります。まあ、さっきのと比べるとこの横側がね開いてるんですけど、これね意外とね大丈夫なんですよね。でカメラ部分もちゃんと開いてますし、実際僕ねこの割った時割った動画あるのはまあ傷ついたか厳密に言うとあるんですけど、この時ねガラスフィルムとか何もつけてなくて落としたんですよね。たまたま飛ばして大丈夫だったんですよ。ほぼ結構このアスファルトというかコンクリートアスファルトかの上を滑っていったんですけども、多分画面側がちょっと出てるおかげか、ほとんど傷なかったんですよね。はい、これなんで意外とすげえなと思って、めちゃめちゃ薄いんですよ本当に。ほぼ持ってる感覚としては本当に裸というか本当そのまま iPhone 持ってる感覚で使えます。でこのリングと合わせるとまあ、かなり最強というかね最強ですもうめちゃめちゃ縦置き横置きもいけるしね、まあ、僕実際好きなのはこのスターピークかな、スターピークシリーズってやつで星空とかだったかな、なんか山とかをイメージした、まあ、ケースもありまして、まあ、これも基本一緒なんですけど、なんか折り目模様が入ってて、これもねなんか質感ねすごいいいんですよね。触り心地もめちゃめちゃ良くて、よく触ってみてやっぱりちょっと折られてるんでちょっとデコボコ感感じたりとか、これも全部マグセーフとかも対応してますし、磁石もめちゃめちゃ強いので超おすすめです。で意外と開いてるんだけど傷つかないんだよね。これがなんかすごいなっていうか、めちゃくちゃ薄いですこのケース。ほんと紙ぐらいの、なんで本当落とした時にねつけてたやつなんで、これなんで落とす前の映像ですねその動画も、もしよかったらネタですけどチェックしてもらえばと思います。とですね今回モフトのケースも提供いただいたんですけども、これもねいいですね。グレーだったかな、赤はねなんか裏肝みたいになってて、いわゆる本当はレザーの iPhone の Apple の純正ケースみたいなイメージでいいと思います。今回ちょっとレザーなくなったんですけども、これなんか特殊なね素材で作られててレザーっぽい感じで高級感めちゃめちゃあります。正直このなんかグレーだったかな、これめちゃくちゃ合うんですよね。でボタンもねちゃんと金属になってて、
高級感ありますし、でこのなんかねスタンドも一緒に来たんですけど、これもねなんかすごいめちゃめちゃ便利。モザスだったかなんか忘れちゃったけど、でもねなんか開くんですよね。パカって開いて、結構目の高い位置まで、まあね、自撮りしたりとか普通になんか物撮りするのもそうだし、まあ普段こう使う時も、なんかいい感じで目線が上がるんで、まあ、非常にこうマルチタスクじゃないけど、まあ、パソコンの横とかに置いてとかめちゃめちゃ使いやすいなと思いました。でこのヒンジがめちゃめちゃよくできてて、かなり安定感あるんですよね。なんでスマートフォンをこう上にねカチッてつけといても全然なんかびくともしない感じ。ほんと横置きとかね、まあ、こういったいろんなまあこの使い方ができるので、まあ、モフトのウォレットっぽい感じの進化系みたいな感じですよね。でめちゃめちゃいいですとか、質感もすごいいいし、まあ、横置きにこうして、まあ、自撮り的な、まあ、普通に動画も見れますし、自撮りでこう持ってそのまま撮影みたいなのもできるんで、まあ、これがすごいコンパクトに持ち運べるっていうのはすごいいいなと思いました。はい。まあ、ただ普通のウォレットと比べるとやっぱその分重さはねありますね。ちょっと重量はあるんですけど、まあ、ただ使える範囲というかあれはめちゃめちゃ多いです。はい。まあとはいえねやっぱこのモフトの、ウォレットですね。まあカードもこれ入りますし3枚ぐらいかな。で、まあ、これもスタンドに縦置き横置きになるんで、まあ、普段こう手で持ったりとかもできますので、これもねまあいいですね。これちょっと今ブラックしかなかったんであれですけど、まあ、こういった感じ白黒で、まあ、いろんなこのカラーバリエーションとかあるんで合わせても面白いかなと思います。まあモフトはねいいよねやっぱね。もうなんか安定って感じ。あとですねトラスのリング内蔵型ケース、いやこれはねめちゃくちゃいいんですよね正直ね。はい。まあ、リング入ってるので、まあ、こういう横置きとか縦置きの安定感めちゃくちゃありますし、でリングがこう、まあ、回るので、まあ、角度調節がですねめちゃくちゃしやすいし、そのまままあ収納っていうのもね、まあ、できちゃいますので、これもねめちゃくちゃいいですね。まあ本当に黒じゃなかったらなっていうだけかなちょっとナチュラルチタニウムが見えなくなっちゃうっていう、それぐらい。まあなんで縦置きとかの安定感は多分これが一番いいんじゃないかなと思いますね。モフトとかもいいですけど、これめちゃめちゃいいです。で今ですねまあリングを使ってるんですけど、まあ以前結構ラミカルのやつとか、まあ360度回るタイプですね、まあアンカーのやつとかもあるんですが、今なんかね良さげデザートウエストっていうなんかわかんないんですけど、360度回るタイプでちょっとね表面が脂肪加工というか革っぽいね素材、まあフェイクレザーだとは思うんですけど、これがね結構まあ高級感ありまして、まあこれがいいなって思ったところと、まあ、磁石結構やっぱ強いのと、やっぱこう360度ね回るタイプなんですよ。これよく見ると中がね回ってるんですけど、でこのまま手で持ってますと。でラミカルとかと違うのは、かなり安定感あるんですよね。こう回せるんだけどこのグラグラしないというか、なんで横置きとか、まあ、縦置きもね一応まあこれできましたねなんで手に持った時の、まあ、安定感とかがめちゃくちゃ良くてですね、まあ、なんでこう横に置いて、まあ、動画鑑賞とか、まあ、角度調節ももちろんできますし、で、まあ、縦置きで置いて、まあ、ちょっと斜め45度ぐらいのイメージですかね、30度ぐらいかこのままいじるみたいなこともできるし、あと後ろねこれ磁石内蔵されてるんでちょっと撮るの忘れてたんですけど、冷蔵庫とかにパカってとか、まあジムとかでもいいんですけど、なんか磁石でくっつくところにこのままくっつくんですよ。これがめちゃめちゃ便利なんで、お風呂とかつけるとかでもいいと思うんですけど、これでめちゃくちゃいいので、まあ、ちょっとまたなんか紹介しようかなと思いますけど、はい、チェックしてもらえばと思います。まあ、なんで今こんな感じで、使ってますね。クリアケースと、ちょっと最後おまけでまあ一応アップル純正のねウーブンナイロンケースもトープだったかな。はい、まあこれかなりまあ賛否両論なんですけども、まあ、質感はいいですね。でもねやっぱりね、まあ、ただレザーではないので、レザーを期待して買うと何これってなります。多分布なんで言っても。なんかちょっとね面白い素材なんですけど、ただ下のね USB-C のとこが狭いんですよね。狭いのでアクセサリーが結構刺さんないっていう、純正ケースなのにどうなってんのっていうところはあるんですが、まあ、ただ値段はやっぱ高いかなと思うんですけど、まあ、質感は結構あり。ただ色移りとかやっぱりその耐久性に関しては、まあ、あんまり多分良くないんじゃないかって言われてます。ちょっと僕そんなにすごい使ったわけじゃないんであれですけど、まあでも持ちやすくて薄くて、まあ基本使いやすくはありますね。まあ、ただやっぱりまあこれだとでもクリアケースとかまだまあ Apple 純正のね他のケースを使った方がいいような気がするんですけど、ちょっと値段はするんでね。はい。あとまあなんでこのチタニウムのね質感も最後見ときましょうか。いいですね。ナチュラルチタニウムね、上からこう見るといいですね。いやーもうこれ眺めてるだけでね美しいっていうか
何の動画でって感じなんですけども、まあもちろんこの裸で使うのもねいいと思いますよ。やっぱり今回この質感がね非常にやっぱいいのでという感じでございました。まあ、なんで今ですね、まあ、こんな、まあ、一応今メイン的な感じではこの、まあ、シンジマルのクリアケースとこのさっきのウエストデザートウエストで一応まあカメラフィルム今、ESR のつけてますけど、まあ、トラスでもいいと思います。はい、まあ、こんな感じで今運用してますね。結構、いいでしょう。まあ一旦今ちょっとチタニウムを楽しみたいなっていうのがあるので、はい、まあ、モフトのやつもいいんですけどね。うん、ケースピニットもいいし、はい、まあなんで自分の皆さんの気に入ったやつをね是非買っていただければと思います。はい、まあ割れないようにねまあ、基本まあつけるのがおすすめですけど高いんであ、そうだ。で iPhone 15、15 Pro のね、まあレビュー動画ありますし、まあ、他の解説とか安く買うやつとか、あとまあアクセサリー類もね他にも紹介してます。充電器とか、まあ15用とか、一応15用のやつも貼っときますけどリンク、はい、まあ概要欄に全部貼っときます。でぜひチェックしてみてください。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。良い一日お過ごしください。じゃあまたねー。またねー。いいですよやっぱ。まあ一旦クリアかな、このチタニウムの質感を楽しみたい。楽しみたい。